皆さん、こんにちは。今日もお疲れ様です。そして、みゆの日本語カフェへ遊びに来てくれてありがとうございます。今日は日本の大学生がほとんどみんな経験するちょっとユニークでもすっごく一大イベントである就職活動、就活と呼ばれるものについてお話ししていきたいと思います。皆さんの国では大学を卒業した後の仕事はどうやって探していますか？卒業してからゆっくり探したり、自分の専門に合ったポジションに応募したりするのが一般的ですよね。でも日本には世界でもかなり珍しい新卒一括採用というシステムがあります。これは何かというと、大学を卒業する前に日本中の大学生が一斉に就職活動をスタートして、卒業する1年も前から来年の4月からうちで働いてねという約束、内定と呼ばれるものを会社からもらう仕組みです。今日はそんな日本の就活のリアルやスケジュールとか面白いあるある文化についていろいろお話ししていきたいと思います。それではいつも通りコーヒーを片手にたくさんお話ししていきましょう。乾杯！まず、日本の就活シーズンになると、街中にちょっと面白い光景が見られます。それが何かというと、みんな同じ黒いスーツ、リクルートスーツと呼ばれるんですが、それを着て、同じような髪型をして、黒いバッグを持った大学生たちが一斉に歩き始めるんですね。で、髪型も結構似ていて、長い髪の女性はくくったりまとめたりして、あと男性も例えば前髪が目にかからないように清潔感を出すような髪型をします。で、みんな同じ格好をしなきゃいけないのって不思議に感じるかもしれないんですが、これが結構日本の伝統的な就活のスタイルなんですね。最近は私服で来てくださいっていう会社も増えてきていますが、それでもやっぱりみんなドキドキしながら準備をします。私も私服で来てくださいという会社に応募したことがあるんですが、やっぱり途中で怖くなって白い、就活のシャツを着るようにはしました。なので、私も就職活動をしている時は、リクルートスーツを着ていて、ただ、私の場合はコロナ禍であったので、実際はオンラインのみで面接する時、リクルートスーツを着用する程度でした。なので、実際結構聞くのは、歩くのが大変とか、パンプスを履いて歩くので足が痛くなったりするとか聞くんですけど、私はオンラインだけだったので、幸い足が痛くなったりとか、肩が痛くなったりとかは経験しなかったです。そしてこの面接を無事にクリアして会社に入ることになっても、実は日本の就活にはもう一つ大きな特徴があります。海外の就職だと、私はマーケティングの仕事をします。私はエンジニアの仕事をしますと決まって入社することが多いですよね。でも日本の多くの会社は総合職、一般職、専門職と大まかに分かれていて、そのグループは決めることはできるんですが、その中の部署までは選ぶことができません。なので、例えば私の場合は総合職をしたいです。とまでは決めれたんですが、その総合職の中の部署までは
選べなかったです。で、入社した後の研修が終わってから会社があなたは営業ね、あなたは人事ねで勝手に部署を決めちゃうんですね。これ今の日本の若者の間ではガチャガチャに例えて配属ガチャなんて呼ばれていて、自分の希望通りになるかわからないドキドキ、あるいは恐怖があるんです。でも逆に言えば自分では気づかなかった新しい才能を会社が見つけてくれるチャンスでもあります。ポジティブに考えると。で、実際に私も何個か内定をもらったんですけど、会社によって部署の配属の希望を出せるんですけど、最終的には会社が決めるので、入社してからしか配属先は伝えられないと言われるところが多かったです。なので、内定をもらっても、そこに配属先の部署は書いていなくて、ただ上に総合職って書いてある感じです。大変な、この就活を乗り越えて、4月に無事入社しますよね。で、この後またたくさんの新しい出来事が待っています。で、これも何個か紹介したいと思います。まずは同期というものができます。で、同期は何かというと、同じ年の4月にその会社に一緒に入社した仲間たちのことを同期と呼びます。大企業だと本当に何十人何百人と同期がいることもあります。小さい会社だと本当に自分だけとか、あとは何人か数人いる程度だと思います。みんな同じ新卒としてゼロからのスタートなので、一緒に研修を受けたり、あとは仕事の不安を相談し合ったり、仕事終わりに飲みに行ったりして、すごい仲良くなるイメージです。部署が変わってもずっと友達でいられる、本当に一生の宝物のような関係になることも多いと聞きます。たくさんの仲間と一斉にスタートを切れるのは、このシステムのいいところかなと私は思っています。あと、新しく働き始める時、特に地方から都会に出てくる人のために、多くの会社は社員寮というものを用意してくれています。これは何かというと、会社が用意してくれたマンションに同期や先輩たちと一緒に住めるシステムです。よくこれは福利厚生とも呼ばれます。で、これはもうとにかく家賃がすっごい安いのが魅力で、普通のマンションを借りる1/5くらいの値段で住めたり、食堂で朝晩のご飯が出たりすることもあるみたいです。プライベートがちょっと少ないっていう面もあるんですけど、お金を貯めたい新社会人にとってはすっごくありがたい仕組みだと思います。私自身は社会人になってから寮に住んだことはないんですが、友達は実際その社員寮に住んでいて、家賃は本当に1万円ぐらいと話していました。すごい驚きですよね。で、会社に入ってからの生活も楽しい仕組みがたくさんあります。まず、日本の多くの会社では、毎月の給料とは別に年に2回、だいたい6月と12月、夏と冬にボーナスが支給されます。会社や個人の成績によってもちろん金額は変わるんですが、一般的にお給料の何ヶ月分という形でまとまったお金が入ってきます。なので頑張って就活を終えて働き始めたご褒美にボーナスをもらう瞬間はもう本当に
最高です。みんなそれで旅行に行ったり、大好きなものを買ったり、親孝行したりします。あと日本人は働きすぎってたまに言われているのを見るんですが、確かに残業は多かったりします。ただ実は世界的に見ても日本は祝日が結構多いんですね。なので年間で16日ぐらい祝日があって、さらに3連休を増やす仕組みもあります。なので5月には例えばゴールデンウィークという長い連休もあって、新入社員のうちはここでちょっと疲れが出ちゃう5月病なんて言葉もありますが、お休みが多いのは本当に嬉しいと思います。で、ここまで日本の就職活動とその先にある社会人ライフについてお話ししてきましたが、いかがでしたか？みんな同じスーツを着て就活したり、配属ガチャがあったり、最初はルールが多くて、大変そうだなってネガティブに感じちゃうこともあるかもしれません。心配しすぎると、もう日本の会社で働くの怖いなって思っちゃいますよね。でも、たくさんの同期という仲間に会えたり、安い寮に住めたり、年に2回のボーナスやたくさんの祝日があったりと、楽しいこともたくさんあります。就活も仕事も、心配しすぎるのはもったいないです。まずはどんな会社があるか見てみようとか、配属先は決めれなくても、新しい自分に会えるかもっていうポジティブな気持ちでいるのも大事だと思います。で、皆さんの国には新卒の一括採用や就活のスーツ文化はありますか？ぜひコメントで教えてください。それでは、就職活動中の皆さんも、お仕事や勉強を頑張っている皆さんも、無理せずポジティブに毎日を過ごしてください。それでは今日もみゆの日本語カフェ遊びに来てくれてありがとうございました。それではまたね